僕は美を滑るもの。美しさについて語り合いたいのかい？ギルドマスターかい？彼女の美しいところか。軍人としての気高い心構えなんかはとても美しいんだけど、彼女いつも飴舐めてるから可愛いと言うべきだろうね。でも今は可愛い寄りだとしても、モニカさんは成長したら間違いなく絶世の美しさを手にするだろうね。それだけは確信できる。なんか全体的にいいスタイルになりそう。ニノンさんは東国文化を取り入れたファッションがとてもよく似合ってるね。自分の憧れをきっちりと着こなす姿は美しいとしか言いようがないよ。ただそうだね、東国文化に伝わる言葉にわびさびってものがあるけどさ、ニノンさんはもう少しそのあたりを意識してみたらどうかな。少なくともギルドハウスの中でのろしを上げるべきではないと思うんだ。クーカさんの美しいところ？クーカさんのいいかい？美しさにもいろいろあってね。クーカさんはきっと美しいという言葉に収まらない人だと思うんだ。あの独特のファッションはきっと誰にも真似できないし、彼女の日頃の振る舞いも誰にも真似できないものさ。きっとクーカさんはクーカさんだけの輝きを持っているのさ。あゆみさん。あゆみさん？どんな子だったかな？なんていうのは冗談なんだけどね。彼女いつも僕が見つめてるとスッと消えちゃうからね。でも残像の消え方は儚くも美しいね。僕から美のアドバイスをするなら、消える時の残像に宝石とかの輝きを残してみるのはどうだろう。きっとすごく綺麗だと思うんだ。ところでどうして僕は残像の話をしているんだろうね。僕が何をやってるのかって？ペコリーヌさんの美しいところはその気品だろうね。いつも元気な姿ばかり見ている君にはわからないかな。彼女のふとした時に見せる王族としての風格ってやつがさ。でも時々街の食堂で見かけるけど、食べてる時の彼女はあれだね。僕としてはもう少し落ち着いて食べることをおすすめするよ。あと食べ過ぎは美容にも良くないからね。僕からのアドバイスさ。コッコロちゃんはいつも言葉遣いが丁寧でとっても美しいね。美とは見た目だけに現れるものじゃないってことをよくわかってる。将来有望だと思うよ。そうだね。僕からもっと美しくなるためのアドバイスをするなら、彼女はいつも誰かのそばに控えてるでしょ？もっと前に出て自分をアピールすればいいんじゃないかな。キャルさんの美しいところはあの鋭いツッコミかな。うちのギルドマスターがたまにツッコミが足りないって言っててさ、彼女をスカウトしてみるのはどうかなって思うんだけど。でも言葉遣いにはちょっと問題があるよね。よく言ってるぶっ殺すわよはあまり美しくないよ。美しくぶっ殺して差し上げますねとかにしておこうよ。シェフィーさんの美しさは言うまでもないよね。優雅な羽に惜しい尻尾、そこに添える氷の結晶に至るまで、どれも僕にはない独自の美だと言えるよ。でも彼女はまだ自分の美の見せ方ってものが分かってないね。あれだけの氷を操れるのなら、まずは自分の表像を街にたくさん作るべきだと思うんだ。少なくとも
僕ならそうするね。僕は美を滑るもの。日和さんの美しいところは、人助けに奔走している時の笑顔と元気な声だろうね。あの応援はいろんな人々に活力を与え、彼女の周りを美しく彩っている気がするよ。ただまあ一つ残念なのは、僕が以前美しすぎて困ってるんだって日和さんに相談したらさ、困惑した目を向けられたんだよね。もっと美に対する理解を深めるべきだと思うよ。ゆいさんの美しさを表すなら、まさに可憐な花ってところだよね。思わず眺めていたくなるような柔らかな雰囲気が美しいね。もっと美しくなるには、そうだね。いや、僕がアドバイスしなくても、彼女は自分を磨こうと努力しているよ。彼女の胸に抱いた気持ちが美しく彩ってくれるんじゃないかな。レイさんはまさに美の刃って印象があるね。研ぎ澄まされたクールビューティー。僕のライバルと称しても差し支えない、そんな美しさを持っているよ。美しくない部分も特にはないし、アドバイスも思いつかないね。彼女とは今度美について深く語り合ってみたいね。今度うちのギルドハウスに招待しようかな。この世界にはいろんな美しさが存在していると思わないかい？美しくあることをどうしてだろう。彼女の美しさ、僕たちとは違うものだね。特別な機能を持った洗練された美を感じる。唯一無二の機能美。なかなか面白いと思うよ。でもとりあえず全体的に赤いから別の色を試してみるのもいいんじゃないかな。思い切って新しい色を取り入れる勇気も時には必要だと思うよ。しずるさんは僕から見ても美しさにあふれているね。衣装の清純さもさることながら、時々天使の羽とか背中に見えるし、何より彼女、常に自分が美しく見えるよう意識してるよね。まあ、その美しさへの意識が全部一人に対して向けられているのは惜しいところだと思うよ。ただ一人に美しいと思われたいっていうのは僕には理解しがたい感情さ。いつかわかる時が来るのかな。リノさんの美しさは夢を叶えようとするひたむきな姿勢だね。衣装のデザイナーを目指しているようだけど、彼女が腕を磨いてその夢を叶えた時は僕の衣装を作ってもらうのもいいかもしれないね。でもその前にまずはいろいろと勉強した方がいいんじゃないかな。彼女の使う言葉、一度で理解するのが難しい時があってね。不思議なパワーは感じるけどさ。僕は美を滑るもの。美しさにのぞみさんの美しさは何と言ってもアイドルとしての輝き。その声や立ち居振る舞いを含めたカリスマとも言うべき存在感だろうね。ファンから常に見られることで磨かれた実践的とでも言うべき美だよ。僕からのアドバイスは実は特にないんだよね。このままアイドルとしてみんなの前に出続けることで、その美しさはより一層の高みへと至るはずさ。ちかさんの美しさはやはりその歌だろうね。そしてそれを維持するためのストイックな生活が
彼女を輝かせている。内面から磨かれた美というものの一つの理想形じゃないかな。僕からのアドバイスは、もう少し自信を持ってほしいかな。せっかくあんなにたくさんのファンに見てもらえるのにもったいない。アイドルだっていう自覚と自信がつけば、より一層輝くはずさ。紬さんの美しさはやはり服も込みでのビジュアル面だね。衣装作りの知識を生かした創意工夫は素晴らしいよ。努力と経験で培われた確固たる美の技術と言ってもいいね。このままセンスを磨き続ければ、その美しさはより高まっていくはずさ。もっと極めていくなら、より美しいものの衣装を作るのはどうかな。例えばこの僕のような、きっといい刺激になると思うよ。僕が何をやってるのかって？ミミちゃんの子供らしい天真爛漫な朗らかさは美しさと言っていいね。そこにいるだけで周囲を明るく和ませてくれるだろう。まるで僕のようにさ。それはつまり美しいってことだよ。僕からのアドバイスは、ズバリ何もしないことだね。自然な美しさだからこそ手を加えたりしちゃいけないよ。彼女の素直な美の成長を大切に見守っているべきなんだ。みそぎちゃんのいたずらは好奇心の表れだけど、気づいているかい？獲物を狙う精悍さと未知への憧れが混ざったあの目の輝きの美しさを。あれこそが彼女の魅力じゃないかな。あの輝きをもたらしているのは言った通り好奇心だからね。この好奇心をのびのびと育てるには、もうわかってるよね。そう。どんどんいたずらすればいいのさ。僕以外の人にね。京香ちゃんの美しさはとても複雑だね。現状の可愛らしさと大人になりたい気持ちの絶妙なバランスこそが今の彼女の美しさなんだよ。僕とは違う、完全ではないからこその美。彼女は時間とともにもっと美しい人になるんだろうね。だけど今この時だって大人への憧れが強ければ強いほどどんどんと美しくなっていく、そんな気がするんだよね。この世界にはいろんな美しさが存在していると。ミサトさんの周囲を包み込む優しさを知ってるかい？そう、オーラと言ってもいいかもね。あれこそが彼女の美しさだよ。僕と方向性は異なるけど、安らぎと喜びをもたらす美の到達点さ。彼女をより美しくする方法だって？ある意味で美の真髄を極めた人に口出しするなんて野暮。僕はごめんだよ。それより彼女の包容力に包まれてさらなる美を手に入れたいなんてね。初音さんってものすごく肌が綺麗なんだよ。内側から輝くような肌を手に入れる秘訣は、そう、十分な睡眠だね。寝る子は育つと言うけど、寝れば美しさも育つのさ。睡眠は美の基本。そう、今まで以上に寝ることで初音さんはより一層美しくなるはずさ。遠慮せずどんどん寝るといいと思うよ。寝すぎは困る？いや、遠慮はいらない。美のためには何時間でも。葵ちゃんの美しさ、それは例えるなら日陰の花だね。儚さの中に野生のしたたかさを持つ深い森に咲く花。
前髪で隠された孤独な可憐さはそのままめでるべきなんだ。ぼっちを自称する彼女の生態には興味があるから近くで観察してみたいな。僕が近づいたらあまりの眩しさに逃げられちゃうかな。日陰と日向の美について語り明かしてみたいんだけど。僕が何をやってるのかって？イリアさん。いや、イリアの美しさはちょっとずるいよね。だって吸血鬼だよ。美しいに決まってるじゃないか、そんなの。妖艶で魔性、その上永遠に生きられる。反則だと思わない？そうだね。イリアがもっと美しくなるためには。ってその前に鏡に映るようにならないとダメじゃない？美しさを維持するためには自分を見つめることは欠かせないからさ。僕も毎日やってるよ。ヨリちゃんの美しい一面といえば、そう、驚異的なゲームの腕前さ。どんな難しいゲームでも必ずクリアしてみせるその腕はまさに神業。一部界隈ではランドソルの生きる伝説扱いされているみたいだよ。けどヨリちゃんは自分に素直になれないことに悩んでるらしいね。悩み事で笑顔が曇ってしまうなんてもったいないよ。難しく考えずもっと素直に自分をさらけ出したらどうかな。ほら僕みたいにさ。あかりちゃんは相当筋がいいよ。特に向上心があるところがいいね。僕が教えた美の秘訣をどんどん吸収しちゃうし、言うことないな。きっと美しい僕の好敵手となって世界の美に貢献してくれるはず。僕から彼女にアドバイスすべきことは特に思い当たらないな。それよりもあかりちゃんの周りの人間にこの言葉を送れよ。あかりちゃんの言葉をエッチだと思うなら君自身がエッチなのさ。忍さんの幽玄な雰囲気、独特の魅力があると思わないかい？霊能の力がさらに彼女をミステリアスな存在にしてる。なかなか真似できるものじゃないよね。唯一無二の美しさ大切にしてほしいな。それはそうと早めに父親離れはした方がいいんじゃないかな。ドクロのお父さん、美をめでる者としては少し植物的すぎるんだよ。万が一忍さんが影響を受けたらどうするのさ。まったく。みやこさんといえばやっぱりプリン好きな一面が挙げられるよね。好きなものに夢中になる姿って魅力的に映るものさ。特にプリンを頬張っている時の笑顔はとても痛い気で愛らしいね。それにしてもあれだけプリンを食べても食べ飽きないなんて親近感が湧いてくるよ。何にかって？それはもちろん僕も僕の美の虜だからさ。いくら見ても見飽きないね。この世界にはいろんな美しさが存在していると思わないかい？頑丈そうな鎧だよね。熟練の職人が作ったってすぐにわかるよ。ほら、てっぺんから足先まで計算し尽くされた曲線。よく磨かれて鏡みたいな表面。いけない。僕に見とれるところだった。うんうん。それで、ジュンさんについてだね。僕を映す鎧は最高に美しいよね。ジュンさんのストイックな魅力をもっと引き出すために、たまには素顔を見せてみるのもいいんじゃないかな。クリスティーナさんは有名人だよね。自信と強さが彼女の美しさを絶対的なものにしていると言っていいかもしれないね。傍若無人な態度すら人々を魅了する。
僕も見習ってみようかな。とはいえ、何でもかんでも力で解決しようとするのは感心しないな。その美貌をパワーにして、もっと柔軟に動くのも時には大切かもよ。力は力。だけど、美もパワーなんだ。存分に発揮しなくちゃね。ともちゃんの華麗な剣技には目を奪われるよね。三熊流の継承者としての凛とした美しさは一朝一夕で手に入れられるものじゃない。たゆまぬ鍛錬の先にこそ美は宿るものなのさ。ところで、魔法少女って単語に敏感に反応するのはどうしてかな。魔法少女が好きなようだけど、他に何か隠し事をしてるみたいだ。秘密と美しさは切り離せない。これも彼女に関わりがあるのかもね。まつりちゃんの美しさといえば、そのヒーローへの熱い思いだね。純粋な憧れは向けられたものだけでなく、周囲のみんなを魅了してしまう。これからもずっと大事にするといいと思うよ。僕からのアドバイスとしては、いつものトラタイガーだけじゃない、他のヒーローを応援してみるっていうのもいいんじゃないかな。美の化身である僕とかね。どう？僕は美を滑るもの。サレンさんの美しさ、何からあげようか困っちゃうくらいだけど、どんな苦境でもエレガントさを忘れない立ち振る舞いは外せないかな。ただ美しいだけじゃなく、そうあろうとする心に美は宿るんだよ。だけど、美の道に終わりはないからね。これからますます洗練されて磨きのかかっていくサレンさんのエレガントな美の極致を見てみたいな。そしていつか美の道の最果てで僕もまた会えると信じてるよ。すずめさんの美しいところは、いつもひたむきで一生懸命な姿だね。それに掃除の腕もピカイチなんだって。美を作り出すためにけなげに頑張る姿は美そのものに負けないくらい尊いものだよ。でも失敗を気にしすぎることがあるみたいだね。大丈夫だよ。美しく整えられた秩序の美もあれば、それを破壊してこそ生まれる混沌の美もあるんだ。芸術は爆発、美は破壊だよ。だから自信を持って。あやねさんは天真爛漫な笑顔に愛らしい美しさを感じるね。救護員ではみんなのお姉ちゃんとして頑張ってるみたいだし、特に家事の時にちょっと背伸びするところなんか可愛いと思うよ。もっと美しくなるには、そうだね、あやねさんには無邪気に輝く笑顔の美しさを忘れないでいてほしいな。時にはフルスイングでホームランを打つのも忘れずにね。くるみちゃんは今でこそまだ花開く前のつぼみといった感じだけれど、だからこそ見る人によって千変万化に咲く姿を思い浮かばせる、そんな秘めた美を感じるね。女優の気質ってやつなのかな。ただ演技をしている時に有無を言わせない迫力を出すことがあるけれど、あれは美を超えた何か別の名称をつけた方がいいかな。ドロドロした愛憎劇を演じている時なんか特にすごいよ。この世界にはいろんな美しさが。真帆さんは独自の世界観というか確固たる美しさを持っているね。他の誰にも真似できないメルヘンな世界。優しくて温かい真帆さんの性格がそのまま反映されているのかな。僕もメルヘンなテイストを取り入れてみようかな。普通の人は飲まれちゃうかもしれないけど、僕なら大丈夫。
メルヘンな僕も美しいだろうね。今度お茶に誘ってみるよ。誠さんの魅力は飾り気のないワイルドさだと思うんだ。自然体で、しかもあんなに似合っちゃうんだからずるいよね。ワイルド可愛いって新ジャンルとして確立できないかな。とはいえ、あまり他のファッションをしないのはもったいないよね。可愛いものも嫌いじゃないみたいだから、ちょっとだけ素直になっていろんなおしゃれを楽しめばいいのに。僕みたいにね。かすみさんは何よりも知的でクールな佇まいとシックな衣装がよく似合っているよね。確固たる信念がより彼女を美しく見せているんだろうね。無駄のないロジカルな美とでも言うべきかな。そうだな。探偵のお仕事をしてるなら尾行調査に役立ちそうな変装の種類を増やすのはどうかな。あ、僕の真似はダメだよ。僕の美しい姿は模倣したところですぐに見破られてしまうからね。香織さんは太陽みたいに明るくていつもみんなを笑顔にしてるね。そう、はつらつとした美しさ、魂の輝きみたいなものを感じるよ。ふかふかの耳と尻尾がまた魅力的だね。だけど緑の苦い野菜、あれが美と健康の秘訣だなんていうのはちょっと信じがたいんだよね。美しさのための努力は惜しまないけど、緑のジュースを毎日飲むのはちょっと遠慮したいかな。僕が何をやってるのかって？まひるさんの周りはみんな笑顔だよね。お笑いのネタはともかく、人を笑顔にしたいっていう気持ちは美しく尊いよね。美しさで世界の幸せに貢献している僕もシンパシーを感じるよ。とはいえ、方向性としては美しさよりキュートのイメージが勝っちゃうね。どうしたらいいのかな。あ、そうだ。僕をモチーフにした被り物っていうのはどうかな。ウケそう？なんでだい？リマさんは誰より純粋な心の持ち主だね。ふわふわな見た目と毛触り、そして甘い乙女心。彼女の魅力に身も心も癒されている人が多いんじゃないかな。でもそうだね。興奮すると唾を吐いちゃうのはおすすめしないかな。唾に価値を見出す人もいるかもしれないけど、せめてエレガントにした方がいいんじゃないかな。で、僕は何の話をしているんだろう。しおりさん、儚さと可憐さを併せ持つ人だけど、彼女の美しさの本質は違うところにあるんだよ。大自然の中の小さな花みたいに内に秘めた強さとしなやかさこそが彼女の本当の美と言えるだろうね。なるほど。しおりさんは文学や図鑑に興味があるらしいね。この前は求人情報誌を熟読していたとか。今度は美容の本とかコスメのカタログを読んでみるのはどう？美の世界への扉が開くと思うよ。リンさんはゴロ寝しているとき、本当に幸せそうだよね。こんなにもありのままをさらけ出せるなんて、なかなかできないことさ。洗練された美しさとはまた違う、ナチュラルな美とでも言うのかな。でもやっぱり、ぐうたらな姿が目立ってしまうのは惜しい。いや、これを極めれば、新たな美が生み出されたりするのかもしれない。僕には想像できないんだけど、やってみてほしいな。ぐうたらの美。ようこそ、ユキの審美会へ。秋野さんは、たくましさと品の良さを両立させるバランスが美しいよね。
桁外れの行動力でみんなを引っ張っているけど、言葉遣いは丁寧だし、気遣いもできる人だからこそ、みんな彼女を慕っているんじゃないかな。それにしても、ウィスタリア家の有り余るほどの財力。僕の美しさにも投資してくれたりしないかな。僕の美を世界に広める一大事業。きっと誰もが喜ぶ素晴らしい結果をもたらすに違いないからね。美冬さんは忙しそうに働いているところをよく見かけるんだけど、それも大切な家族のためらしいね。誰かのために一生懸命になる姿はとても美しいものさ。労働の美を体現していると言えるかもしれない。だけど時には効率重視の姿勢をやめてゆっくりしてみたらどうかな。真の美はバーゲンセールでは手に入らないもの。効率ばかり追いかけてると本当に大切なものを見逃しちゃうからね。ゆかりさんの朗らかな笑顔は見ていて気持ちいいよね。麦手話が生み出すあのリラックスした表情、僕は好きだな。いつもしっかりしていて頼りがいのあるお姉さんだから余計にね。ゆかりさんに送りたいアドバイスはたった一つ。ほどほどにだよ。何事も度が過ぎると毒だよ。美容と健康は切っても切れないからね。まあ僕の美しさは度が過ぎても毒になることはないけどね。猫、そしてたい焼き、それが玉木さんだよね。言動すべてが猫っぽくて気まぐれで興味深い存在だと思うよ。あの立ち振る舞いは誰も真似できない。本物の猫でさえもね。玉木さんに送るアドバイスは実はないんだよ。美しさのベクトルが僕とは少し違うしね。あ、そうだ、コラボなんてどうかな。僕の美×猫っぽさイコール偉大な美の発明になる気がするにゃ。僕が何をやってるのかって？ルカさんはいつも背筋がシャンとしてて、同じように心根もまっすぐなところが美しいね。かっこいいとも言えるかな。ギルドメンバーに限らずいろんな人から頼りにされてるね。舞うように剣を振るう、その美しさを生かしてダンスを、いやアイドルになってみるのはどうかな。凛とした佇まいのアイドル、これは新たな旋風を巻き起こすね。もちろん僕も参加するよ。美月先生は医者としてのあり方が美しいと思うよ。巷では闇医者って言われて恐れられてるけど、いつだって患者には真摯に向き合う素晴らしい人さ。美容にも詳しいしね。そうだな、美月先生は疲れた顔をしていることが多いから、もっとリフレッシュする時間を取るべきだね。先生とはこれからも一緒に美を高め合っていきたいからね。エリコさんの美しさは隠しきれないほどの激しい愛だね。愛を伝えるためなら手段を選ばない行動には恐怖すら感じるよ。背筋が凍るほど美しいってまさにこのことなのかな。僕からアドバイスするとしたら、そうだね、いつも激しく愛をぶつけているなら逆におしとやかに愛をささやいてみるっていうのはどうかな。ギャップもまた美しさの一つだからね。ナナカさんは好きなものに対して一直線っていうよりも猪突猛進って感じかな。気持ちを思ったまま言葉にできるところが美しいね。たまに何言ってるかわからなかったりするけど、好きをまっすぐ語る瞳の輝きは僕の美しさにも引けを取らないし、これからもどんどん新しいことに挑戦していったらいいと思うよ。あとはそうだね、もう少し落ち着いて喋ってほしいかな。
シュテッヒパルムさんは、なんといっても、あの宝石のようなオッドアイが美しいね。彼女に関してはいろんな噂を聞くけど、一体どれが本当の顔なんだろうね。僕からアドバイスできるところは、正直わからないな。だって彼女、謎が多すぎるよ。歩く竜巻、疾風のヘカーテ、ジ・オーダー、芋。謎が多いっていうのも美しさのポイントではあるけどね。僕は美を滑るもの。イオ先生はどんな時でも生徒たちに寄り添う優しさが何よりも美しいね。うっかりしてるところも美しさの中にある可愛いっていうスパイスさ。どちらも兼ね備えてるってちょっと僕に似てるかもね。先生だからって遠慮してる部分もあるみたいだけど、もっと大胆に自分を見せていってもいいんじゃないかな。例えばそうだな、小悪魔みたいに。見たことある？みさきちゃんはまだまだ美しさのポテンシャルを秘めてるね。大人のレディーを目指して日頃から努力を怠らない姿勢、素晴らしいよ。年を重ねるにつれてもっと美しく魅力的になっていくだろうね。大人っぽく振る舞おうとして空回っちゃうことがあるみたいだけど大丈夫さ。いつだって今が一番美しいよ。ありのままの美しさを磨いていけばいいと思うな。じっくり育てた花ほど美しく咲き誇るからね。スズナさんといえばランドソルでも有名なカリスマモデルだね。さすがモデル。美しさにおいては文句のつけどころがないよ。普段から美容に気を使っているところにも親近感を感じるね。勉強が苦手らしいけど、美容以外の知識も身につけてみたらどうかな。美しさは美容だけじゃない。想像してみてよ。詩人のように美しい言葉を紡ぐカリスマモデル。もっと多くの人を虜にしてしまうね。この世界にはいろんな美しさが存在。ユミ博士の美しさ、それは何と言ってもあの知性だよね。常人離れしたそれは他者と一線を画す冴えた美しさだよ。幼い外見とのギャップもまた魅力的だね。ただ引きこもり気味なのはちょっといただけないね。美とは人目に触れてこそ輝く概念だ。幸い人嫌いというわけではないから、もっと人前に出ることをおすすめするよ。クロエさんの美しいところといえば、あの危うい雰囲気のクールさだよ。可愛い寄りの僕とは真逆の美しさはちょっと憧れるものがあるね。同級生のお嬢様に人気があるのもうなずけるよ。でもクールすぎるのはたまに傷だね。内面の良さも含めて彼女の魅力なのに、不愛想すぎて不良呼ばわりされるのは実にもったいない。まずは笑おう。話はそれからだよ。シエルさんの美しさ、それは高スペックなところとその見せ方だね。愛らしい外見に文武両道と極めて高い能力を持ちながら、嫌味に見せないセルフプロデュースは見事だよ。派手な格好や卑怯な振る舞いから問題児と見られがちだけど、僕に言わせればそれすらも彼女の美しさの一つだよ。でもあのチェル語だけはちょっと意味わかんない。僕が何をやってるのかって？
誉さんの美しいところ、それは腹黒さだね。もちろん褒め言葉さ。いたずらに裏の顔を振りかざさず、穏やかに相手の懐に入り、徐々に絡め取っていく手札は見事だよね。でも同時に、それが欠点でもあるかな。だって、怖いよね、あの人。そやで乱暴な悪役よりもよっぽど恐怖を感じるよ。魅力的な人物だけど、付き合いは慎重にならないとね。かやさんの美しいところといえば、闘争心の強さだね。常にたぎるような喧嘩を求める姿勢は理解から遠いけど、その愚直なまでの熱さは純粋な美であると言えるね。もっとも、僕としてはあまり荒事に関わってほしくないんだけどね。端正な顔立ちに均整の取れた体育。美しいものが傷つくのは心が痛むからね。いのりちゃんの美しさは小さな体に秘めたエネルギーだね。ドラゴン族特有の力だけでなく、組織で成り上がろうという野心もある。いずれ大きなことをなす可能性もあるんじゃないかな。でも、現状は臆病なところが強く出てるから、先は長そうだね。ヘタレ属性のマスコットキャラというのも悪くないから、場合によっては方向転換して、こっちを伸ばすのもありかもしれないね。この世界にはいろんな美しさが存在して、カイザーインサイトは、確かに美貌を手に入れていると思うよ。立ち居振る舞いも身につけているものも綺麗に整ってる。きっとすごく努力しているんだろうな。でも僕が理想としてる美しさとは方向性が違うかな。あれは周りを寄せ付けないための、自分を覆い隠すための美しさだよ。何もかも捨て去って素顔をさらけ出してみるっていうのはどうかな。ネネカさんの美しさはやっぱり神秘的なオーラにあるね。神出鬼没、ミステリアスな言動。人間というものは理解できないものに憧れや敬意を抱くものだから。それにしても分身が作れるなんて最高だね。分身がいたら世界の隅々まで僕の美しさを届けられるのに。やり方とか教えてもらえないかな。無理かな。無意味さんはどんな時でもまっすぐ芯の通った強さを持ってるよね。大悪党になるんだっけ？僕はなりたいと思ったことがないからわからないけど、大きな目標を持つのはいいことなんじゃないかな。なんとなくだけど、彼女は表面的な美しさには興味がなさそうだよね。その代わりに確固たる美学を持っているというのかな。このまま邁進していってほしいね。それがきっと一番の美への近道さ。はっきりとは思い出せないんだけど、夢の中で美しい女の子に出会った気がするんだよね。儚げでありながら神々しい美しさを備えた人。いや、妖精かな。あれは一体何だったんだろう。わからないな。でもどうしてだかわからないままの方がいいんじゃないかって気がするよ。なんでだろうね。ようこそ、ユキの神秘。ギルド管理協会の頼りになるお姉さん、カリンさん。誰も彼女に逆らうことはできないって噂を聞いたことがあるけど、本当かな？仲間が増えた時に扉を開く彼女の笑顔、本当に眩しいよね。あれだけの激務を抱えながら、いつも穏やかでいられるのは本当にすごいことだけど、ちゃんと休んでほしいな。無理を重ねたりして、
この世の中から美しいものが失われるのは悲しいことだからね。クレジッタさんは奔放な振る舞いと財力に支えられた美しさと言えばいいのかな。何度転んでも負けないしたたかさは素晴らしいよね。そんなわけでその財力をちょっと僕にも分けてほしいんだけど。真の美はお金では買えないけど、美に投資するのは素晴らしいことだよ。僕の美しさを世界に広めるスポンサーになる栄誉、手に入れてみたくない？ペコリーヌさんも喜ぶこと間違いなしだね。ようこそユキの神秘会へ。ランファさん、いろいろあったのは知ってるけど、美の前に全ての罪は無力なんて言ったらいけないかな。彼女の透明感ある儚さは簡単に真似できるものじゃないのは確かだね。無類の歌姫だって話を聞いたけど、僕の美しさを世に伝えるための歌を歌ってみてほしいな。美しい歌声が称える美しい僕、最高のアイデアじゃないか。いつか頼んでみたいね。みそらさんはいつも明るく笑っているように見えるけど、その奥に何か隠しているみたいだね。彼女の心を覗くことができたら、そこにある美しいものを見つけられるのかな。なんて難易度の高い美なんだろう。にしてもこの僕をもってしても見抜けない美しさがあるなんてね。悔しいけどこの件に関しては僕の負けみたいだ。もしかして君だけが知っている彼女の一面があったりするのかい？ネアさんは僕とはベクトルが違うけれど、かなりのこだわりを感じるんだよね。自分を魅力的に見せる方法を知ってるって感じがするんだ。当たってる？ただ年下の男の子に対してのアピールが激しい気がするかな。ちょっと冷静になった方がいいんじゃない？それにしても頭の上の黄色いぷよっとしたものは何だろう。どこかで見た覚えがあるな。僕は美を滑るもの。美しさについて語り合いたいのかい？一晩じゃ足りないよ。ようこそユキの神秘会へ。ここでは僕が見てきた美しいものに対する意見を述べさせてもらうよ。さあ、美しい僕の前にひざまずき、ありがたく聞いていきなよ。この世界にはいろんな美しさが存在していると思わないかい？美しくあることを運命に定められた僕としても、もっといろんな美の形を見てみたいと思うよ。僕は美を滑るもの。美しさについて語り合いたいのかい？一晩じゃ足りないよ。僕がこれまで出会ってきた中にも美しい人はいたよ。もちろん僕ほどではないけどね。多分君が見たことある人もいるんじゃないかな。この世界にはいろんな美しさが存在していると思わないかい？美しくあることを運命に定められた僕としても、もっといろんな美の形を見てみたいと思うよ。